それでは本日の労務相談 Q&A を始めさせていただきます。本日のご相談は、退職者のデータ保管は期限が定められているのかということで、ご質問内容を読み上げます。当社に約20年前ほどに在籍していた方から採用応募がありました。選考を進める中で、社内の過去のデータから以前在籍していたことが判明したのですが、本人は履歴書等でその事実を申告していませんでした。その旨を本人へ確認したところ、20年前の情報をまだ保管しているのか、個人情報は削除していないのか、と言われてしまいました。法律上保管期限が定められている書類もありますが、退職者の情報について一定期間が経過した後で削除をしなければならないというようなことはあるのでしょうかというご質問内容です。回答の方ですけれども、まず、例えば労働関係の書類に関しては3から5年とかですね、税務関係ですと7から10年といったものが、それぞれのですね、書類等においてですね、保管期限っていうのが定められていたりしますけれども、今回のご相談というのは、書類の保管期限ということよりもですね、いわゆるその個人情報、個人データの保有や管理に関する問題というふうに考えられますので、個人情報保護法の観点から回答の方をさせていただこうかなと思います。まず、個人情報保護法の中ではですね、個人情報取扱事業者は、利用目的の達成にですね、必要な範囲内において、個人データを正確かつ最新の内容に保つとともに、利用する必要がなくなったときは、当該個人データを遅滞なく消去するよう努めなければならないというふうに定められています。このですね、努めなければならないという部分に関してですけども、よく法律条文ではですね、このような表現っていうのが出てくるわけなんですが、これは義務というよりは、努力義務という話になりまして、消去しなかったことそのものがですね、直ちに違法ということではありません。あくまでも努力するということに、とどまっている内容ではあると。次にですね、じゃあその利用する必要がなくなった時というのをどのように考えるかという部分になりますが、この点につきましては、ガイドラインの中でですね、利用目的が達成され、当該目的との関係で当該データを保有する合理的な理由が存在しなくなった場合などを指すものと説明されています。ただ、退職者に関する個人データというのは、その後のですね、各種保険関係の投資手続きであるとか、源泉徴収票の発行といったもの等でですね、使用するということもありますので、すぐにですね、破棄するとかというようなことはなかなかできないものになってきます。会社としてはですね、最終的には退職者の個人データをどのような利用目的に基づいてですね、保管するのか、また現在も保有をですね、継続する合理的な理由があるのかといったことをですね、整理した上で本人などから問い合わせがあった場合にはですね、説明できるようにしておくことが望ましいということになります。また、必要以上にですね、過去の情報を保管し続けるということは、情報漏洩等のですね、リスクを招く可能性も、そういった危険性、リスクも高まってきますので、注意が必要になろうかと思います。以前ですとですね、ペーパーベース、紙ベースでですね、こういった書類が整えられていたということもあって、保管場所等にですね、困られて、割合こまめにと言いますか、廃棄処分とかっていうようなことも行われてたかもしれませんけれども、最近ですと、データベース化されているというようなこともあって、いわゆる物理的にですね、場所とかが必要になるとかということとは、違う世界になってきてますので、ともするとですね、いつまで経ってもそのまま残しておいて、消去等の必要なですね、作業がされていないということもあろうかと思いますので、先ほど申し上げたようなですね、注意点も鑑みながら適切にですね、整理していかれることが望ましいかと思います。以上で本日の労務相談 Q&A を終了させていただきます。